でも今のうちだよ、本当に履いてくんだったらミニスカート。ミニスカもうあと12年1年かな。よりも履けなくなると思った。履いたことないけど、でもないけど多分そうだと思う、周りを見てて。どうなんだろうね、なんかそれは体型の衰えに関係なく？関係なく。本当？関係なく。富永愛富永愛出されるとちょっとずるくない？だね、モデルだから。彼女のイギリス感とかジェンダーのよくわからない感じとかはいいね。だから追義的なああいう人たちじゃない人たちのこと。1割も満たないじゃん。そうだね。1% にも満たない人たちじゃなくてそうだね。まあちょっと着づらくなってくると思うな。だって T シャツ1枚でいける今。あ、いけなくなるよ。嘘。あ、もう T シャツ1枚無理だよ。無理。なんで？持たないの。よくわかんないけど持たないの。あ、なんかこうなる。本当だよ。本当だから、なんか羽織りたくなるのってその二の腕が太いとか以外にも持たないのよ。何かが持たない。だから白 T1 枚で入れるのが若さの象徴。持たなくなるの？ここ 3,4 年でもなんかお母さんの気持ちが分かったっていうか、よくチョッキとか着てるおばあちゃんいるじゃない、あの気持ち超分かるもん。ほんと T シャツ1枚で過ごせなくなるよ。そうなの？そうなんだ。あれ T シャツ1枚で間が持たないってなったらついに来たのねっていう、こっちの世界に。タンク1枚。タンクになるとまた話がややこしくなるな。タンクじゃなくて T シャツが持たないのよ。白地の T シャツが持たない。白地の T シャツのおばさんとかって想像つく？分かんない。決まらないのよ。決まらない。それロゴとか無地とかじゃなくて、そういうことじゃないんだよね。もう T シャツ1枚ですごい若さで多分補ってたよ T シャツ。そうなんだ。かっこよくは絶対決まらない。だから美人とかブスとかじゃなくて。本当に若くて、そんなに美人じゃなくても、その子が着る T シャツといくら美人でも藤原紀香が T シャツ1枚とはもう違う。本当に持たなくなる。美人とか美人じゃないとかじゃないのよ。藤原紀香も持たない T シャツが持たなくなる。本当に？前の10年前ではないか、今何歳か知らないけど、彼女が15年前の紀香とは違うと思うよ多分。本当に持たなくなるの。決まらなくなるの。なんかマジか。胸あるなしとか関係なく。本当。そう、それはね。T シャツ1枚で過ごしてるおばあさん、なかなか決まってるおばさんいないと思うよ。探したら分かると思う。本当。うち今のところまだ5年前のトップス着れてる。だからいろいろジャラジャラしなきゃいけなくなったりとか、そのネックレスとか何かを重ねないと、まあ今に分かるわ。怖いかな。怖い。人によっては40過ぎとかでもいける人もいるの。いやー、なかなかいけないよ。だって24時間テレビ見ると私 T シャツに目がいたし辛くて見れない。私は本当に？よくみんな肩並べて歌えるなと思って恥ずかしい。若い子はいいよ。若くない人たちが黄色い T シャツだから目立たないだけよまだ。それは何？男女関係なく？女子。つれえな女は。全く全然関係ないけどさ、24時間テレビの時に堀北真希だけ T シャツの襟ぐりが違ったのがいまだに気になって。襟ぐりが違うの。 T シャツの種類が違ったの。本当？女の子っぽいようなちょっと秋の広い T シャツだったの。ってなって。だから多分事務所の影響だと思うよ。こだわり？こだわりっていうか、多分T シャツだとあんまりなんだと思う。でも分かる。スポーツタイプの T シャツが着るとパッとしないんだと思う。そう、うちも普通の T シャツだからここ詰まってる T シャツ好きじゃない。何でしょ？だからユッキーナとかそれ着せられてたもん。詰まってるやつ。これ着たまきが襟ぐり合ってた。ウケる。事務所力の違いだと思うし。あーって思ってた。気になっても。まきちゃんはまだ若いからそういうことではないんだろうけど、だからここの部分がね、まあ見りゃ分かるよ。24時間テレビ。見ないけどでも見れば分かる。T シャツはもう無理。1枚じゃ無理。何か他のものをして、例えばカメラでもいいし、何かをかけないとスカーフでも何でもいいから巻かないとやってないの多分だけど。本当だよ。T シャツ1枚で過ごせる人はちょっとね。マジでメイクでもどうにもならないそれ。メイクは多少大きいかもね。でもね、何かがおかしい。なんかあれってこう隠したくなるような。35の壁はあるかもね。本当？怖っ。運動しよう。壁があるからね。運動しよう。運動、そうね。
ある程度体型あるでしょ。まあまあまあ、それはまあまあまあゼロじゃない、ゼロじゃ。そうなの、ミニスカ。ああ、でも多分まだ壁を感じてないのよ。いやー、理性で決めてるでしょ。まだ自分がこうなんじゃないか、違うの違うの、外的な要素が来る。あ、もう無理になってる。もう無理っていう無理っていう。でも無理の告げが聞こえない人たちもいて、多分私の年齢のその35過ぎた時が、多分分かれ道になってくると思った。無理っていうお告げ聞こえないんだと思って。いるね、私降りてきたもん。あ、ミュージシャンみたいな感じで降りてきたある日、あ、無理ですっていうほんとほんと。ももちゃん着れなくなったもの何？急に着れなくなったもの。だから T シャツ、あ、でも T シャツは持ってんだよ。だから T シャツだけじゃ過ごせなくなったのと、着れない。私さ、古着好きだって。まあまあ美大生あるあるだけど、古着割と好きだった。で、上下ともに好きだったの。でもミックスなのがもともとちょっと好きな傾向もあったから、上が古着だったら下は新品のその買った既製の服。で、下のスカートが古着だったら上は例えばポロシャツだったりとかなんとかってピシッとしたの着てるってつもりだった。ある日ね、上側が古着はやばい。上の古着は本当のやばいになる。それかな。上側で古着はもう着ないかもしれない。顔の近くの古いのが本当に古いものになるの。古着じゃなくてアンティークじゃないので、あれこれなんかビリベなくなったのかなって思うよね。それを友達っていうかだいぶ例えば友達の妹さんとかにあげます。78歳下の子に急に輝き始めるんですよ。だから多分それは着れなくなったものは顔の近くに来る古着。なるほどな。着れなくなった。なるほどな。ボロって。はあ。私が着た瞬間死ぬで生きるっていうのが気づいて着れなくなった。つらい。辛いっしょ。形とかじゃないんだよ。古着古着。はあ、そうなんだ。ある？よこちゃんは古着。まだ30じゃ気づかないかもね。そうだな、ファーコートかな。そこはファーコートかな。着てない。あれでもいやモンスターズインクみたいな服装してる子いるよ、友達でも。なんかモード系に上がってた時に、まあモード系のアウターといえばファーコート。まだいけるよ。まだいける。そうね。なんかまだいけそうなデザインのやつももちろん持ってる。ああ、そうね、デザインによるかもね。もちろん持ってる。このぐらいの丈の1階に、ももちゃんはまだいなかった。その前のうちらが一緒だった時の会社の時に1階2階ぐらい来たことある。りょうこちゃんあの頃尖ってたけどね。ファッションなんかさ、ムチ持ってそうなファッション着てたよね。何履いてた？何着てた？テカったピッチピッチのズボンに同じくテカったピッチピチなりのジャケットみたいなの羽織ってたっけ。そうだね。岡ちゃんとさ、好きだった。おお、これからどこ行くんやみたいな話してた気がする。そうね。そうね。あった。履きやすいんだよあれ。いやそれがってうなずけなかったけど、あれすげえ履きやすいんだよ。あの時におお尖ってんなと思って。でも着れなくなったもんでファーとかでしょ。レベル低いよそれは。低い。そんなもんじゃない。そんなもんじゃない。日常的なものがどんどん着れなくなってくる。なってくるね。なんかリーズナブルなものがチープになるようになるよ。リーズナブルって名前じゃなくてチープになる。あれってあれ、そっか。ある雑誌で節約雑誌みたいなのを見てて、この服なんかそれは着回しじゃないけど節約賢い主婦みたいなの載ってて、よそ行きにもこういうふうにも普段使いにも利用してこういう服で乗り切ってますみたいなやつが、どっち見てもやばいみたいな。この人やばいけど気づいてないのみたいな。だったらもう買わない方がいいんじゃないかなっていうようなのを見たりとかして、年齢見ると同じぐらいか。お告げは聞こえるんだけどな。やばいんだよ。そっか、やってくんのか。真面目にやばいよ。やってくんのか。何が着れなくなるんだろう。いやでも多分だけど、ささやき声が聞こえるはず。やばいよっつって。